こんにちは。お元気ですか？今日は5月の31日の土曜日。5月の最終日ですね。もう明日からは6月でございます。早いですね。今年ももう6月になっちゃうなんてね。明日6月1日の日曜日にお知らせもしましたけれども、ライブ配信2回目のライブ配信してみようと思います。配信予約の方を設定したので、YouTube の方にサムネみたいな感じでね、配信予約っていうのが上がってたかと思うんですけれども、ちょっと私も慣れてなくてね、配信予約をしたらもうそういう風にバーンってこう出ちゃうんだっていうのを分かってなくて、ちょっと早く出しすぎちゃいましたね。そうそう、設定の予約だけはもうしとこうって思ったんですけど、一昨日2、3日前にもうしちゃって、これ出ちゃうんだと思ってね、ちょっと連絡早すぎたかなっていうふうに思いました。前回はね、朝起きた時に、今日でいいや、今日やろうって決めて、その日に配信予約の設定したので、全然早いっていう感覚もなかったし、その予約の設定した時点でね、 YouTube にこう公に上がっちゃうっていうの気づいてなかったからね。だんだんね、こういうの何回かやっていくうちにいろいろこう仕組みとかにもね、慣れていくんでしょうね。あとね、前回の配信の時にコメントをね、この後々この配信を録画で見る時にもコメントの部分が見れるようになるっていうね、設定のところにチェックを入れたはずだったんですけれどもね、なんかなくて、もしかしたらチェックし忘れちゃったんかなって思ってたんですけれども、今回のね配信予約の設定する時にはちゃんとコメント欄をなんていうか、後々録画で見る人でも見れるようにするっていうところにチェックを入れたので、今度こそはね、コメントも後々からも見れるようになるんじゃないかなっていうふうに思います。で、サムネにはね、登録者限定って書いてありますけれども、よく考えたらこれちょっと誤解を生むなと思ったんですけれども、あれはコメントできるのが登録者の方だけっていうのにチェックを入れたので、見る分には関係なく誰でも見れるライブ配信っていうことになってます。はい、そんな感じで明日日曜日のね、なんとなく15時からライブ配信をやろうと思います。で、特にお題とか何もどれくらいやるとかノープランなので、始めてみてどんな感じになるかっていう感じですね。私もなんかこう喋ることを考えるのめんどくさいんでコメントでなんかね、こう私に話しかけるような感じでどうでもいいこととかね、なんとなくこうチャットしてるような気分で話してくれたらありがたいなっていうふうに思います。はい、そんな感じで明日ライブ配信やるよっていうことのね、あれでしたここ最近のことだと、そうそう、スタンディングデスクっていうのかな、昇降デスクっていうのを買いました。要は立って仕事をするような立ちながら仕事ができるためのこう高いデスクですで、これちょっと前から私この腰がちょっと最近こういよいよやばくなってきたっていうことを言ってて、でこのスタンディングデスクもね、ずっと前からこう欲しいな、でもなっていうのは思ってたんですけれども、やっぱね、立ってなんかいろいろやるとちょっとね、この窓の外から見えちゃうっていうのがあって、ちょっと現実的じゃないなって思ってたんですよ。見えちゃうって言ってもね、うちは1階じゃないんで道から見えるってわけじゃないんですけれども、なんかちょっとね、何メートルか行った道の方からはちょっと見えたりとかするんで、でなのでこのスタンディングデスクはちょっとありえないかなって思ってたんですけれども、そうそう、コメントとかでもね、そういうデスク買ったらどうですかみたいなコメントいただいたけど、でも外から立ってやってると外から見えちゃうからありえないなっていうように思ってたんですよね。でも
ここで健康第2じゃなくて健康第1の話ですよ。やっぱりね、腰このままずっと座り続けてて、たとえ今回ねこう腰とか肩とかをケアしてて1ヶ月くらいでだいぶ良くなったとしても、この腰に負担がかかる仕事をし続けるっていうのはなかなか避けられないじゃないですか。やっぱりこうどうしても座って何か作業をするっていうことがメインなので、そうするとこの先このいろいろ頑張れる時間を減らすっていうことしか、この作業時間、その仕事のタスクの時間を減らすしか、この健康を維持することが難しくなってきちゃうわけですよね。それはちょっとあれだなって思って、そう考えた時に外からね、このスタンディングデスクだと外から見えちゃうっていうことはあるけれども、だったら夜だけでも使えばいいじゃんって思ったんですよね。夜はねもちろんカーテンとか全部閉め切っちゃうわけで、外からもちろん見えないので、もうせめて夜だけでもこう立って作業をするっていう風にしたら、だいぶ腰への負担が減るんじゃないかなって思って、あとね日中とかでもこのスタンディングデスクをこの足の部分が滑車がついてればこう移動とかができて、その都度その都度ちょっと場所をねいろんなところにこうゴロゴロコロって動かしながら使うようにしたら、この今一瞬ここだけカーテンをちょっと閉めて四角にしてここでやってとか、場合によってはちょっとキッチンの方に一瞬引っ込んでそこでやってとか、いろいろこう臨機応変にねできるじゃないかと。別に昼間でもね全部カーテンを閉めずに一部だけ閉めたりとかいろいろできるし、なんだったらスペースっていう観点から言えば今ねテレビを置いてるんですよね。低いテレビ台の上にテレビを乗っけて置いてるスペースがあって、動画でもねたまに映ってるんですけれども、前にも言いましたけれども、私基本的にテレビって見てなくて年に1回つけないくらいなんですよね。1回も見ないかなっていうぐらいなので、基本的にテレビあそこにあっても使わないけど、もしかしていつか見るかもっていうのと、あとDVD とか持ってるんで、一応ねそれを見るためのモニターとして置いてるんですよね。でもその DVD ですら年に1回見ないか1回見るかぐらいなので、だったらねそのテレビ置いてるスペースをもうテレビをねロフトに持ってっちゃって、もうそこを空きスペースにしてこのスタンディングデスクを置く場所にしてもいいんじゃないかなと、もしくはベッドをその前の方にずらしてスペース空けるっていう方法にしてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。でロフトもね結構広いロフトなので普通にコンセントとかもあるので、テレビとかねその DVD 見たいなと思ったらでもテレビの線はあれか、テレビの線はあそこじゃないとダメだけど、基本テレビ見ないから DVD だけだったらコンセントがあるロフトで見れるので、そっちにやっちゃってもいいかなっていうふうに思いました。やっぱり健康第一の生活習慣に変えるっていうことと、ただそれによってこの仕事をする時間がね減ってしまうっていうのはやっぱりこうあれだし、で腰が辛いって思いながら頑張るのもちょっと違うし、そもそも辛いってやりながら頑張ってたら同じ時間をやってるにしてもパフォーマンスは落ちると思うから、それはそれですごい非効率だしっていうことでスタンディングデスクを買いましたで折りたたみができて、この滑車みたいのがついてて移動ができて、ちょっと小さめのやつ、もうこう常にそのデスクを使うんじゃなくて2番目の机として買ったので、パソコンさえ置ければいいぐらいの大きさにしたんですね。だからこう普段はこう使ってないけど、ちょっと気分転換にさっと立ってノートパソコンそこに持ってって使うみたいな感じですね。
そうそう、一応こう映像撮ってみたんで載せてますけれども、こういう感じで、あとはね、お部屋の中の配置っていうのをね、ちょっとテレビとかそういうのをちょっと今後考えていこうかなって思います。ただね、ちょっとこうコロコロっと移動ができるので、とりあえずはね、別にその辺に一緒に置いといてもそんなに不便じゃないかなっていうふうには思ってますね。で、これ昨日届いたんでね、昨日使い始めたんですけど、これ特に組み立てがいらないタイプだったんですよね。で、組み立てはいらないけれども、こう最初こうデスクの天板のところがこう折り曲がってる感じでね、小さくペターってなってね、段ボールに入ってきてるので、それを組み立てるってことじゃないんですけど、この天板の足の部分をこう L 字型にっていうか垂直に立ててっていう設定だけは必要だったんですよね。で、それがAmazon で買ったんですけど、その Amazon のページにもその最初のこのセッティングの仕方の映像とかがこの動画で出てて、でそれがですね、なんかこう足のこの付け根の部分のネジをちょっと緩めると、この天板につながるこう棒の足の部分がこう起き上がるというかね、になるので、もうそれで起き上がったらこの緩めたこのネジの部分をまた締め直す、それだけで OK っていう、だから組み立ていらずっていうのを売りにしてたんですよ、それで。それも楽ちんでいいじゃんと思って、こう買ってきたらすぐね、家に届いたらすぐ使えてて、組み立てるのって地味にめんどくさいから、それもないんだったらこれもいいなと思ってそれにしたんですけれども、1万5,000何百円とかね、それくらいしたんですけども、でも腰が悪くて1、2日仕事ができなかったって言ったらね、それくらいのお金を失うことになるので、全然こうコスパのことを考えたらね、高くないなって思いましたね。で、昨日やってきてそれをね、早速使おうと思ってね、すっごいストレスが溜まることが起きたんですよね。なんかそれでこう届いて、来た来たと思って早速使おうと思って、組み立ていらずだからこれを立ててと思ってこう立てようとしたら全然動かないんですよ。だからもしかしたらこの回すとこのネジ以外のこのジョイントの部分がやったらきつくなってて動かないのかなとか思って、結構そういうのあるじゃないですか。組み立てる時そのあれがめっちゃここきつくなんか締めてあるとか、なのでとにかく力でこう起こそうとしたんですけど全然起きなくておかしいなと思って、組み立てっていうかね、最初の使う時のそういう取扱説明書もこう紙でね入ってたんで、それを見てもね、1ボタンを緩める、2天板を持ち上げるって書いてあるんですよ。で3の部分で持ち上げたらボタンを閉める、ボタンっていうかこのネジみたいなところね、閉めるって書いてあって、本当にその通りにやろうとしても、このね天秤のこの棒の部分が全く動かなくって、それでこうすっごい力入れてこうグイグイやったんだけど全然動かないと。で、なんか私腰が悪いのにこれで腰を痛めそうだとか思って、どうしようと思って、なんか誰かラグビー部みたいのちょっとその辺にいたら来てくんないかなとか思ったりとかして、もうすごいこううんざりして、ちょっとしばらくこうガチャガチャやってたんだけど、で多分ね15分くらいやってたかな、いろいろ工夫して。で、疲れたと思ってちょっとこう床にペタって座って、ちょっと冷静に考えてみようと思って、この顔を近づけてこの動かないところにじっと見たんですよね。そしたらちょっと明らかにあれって思って、ちょっと待ってと思って、これここの天板の棒の部分とその下の足の部分をつないでるジョイント部分が2箇所あって、この2箇所こんな風にくっついてて、この天秤こう上に持ち上がるとか思ったんですよね。そうそう、今まで斜め上から見てたし、取説とか説明のビデオを見てたから、もうこれでいけるんだっていう風に思い込みもあって、そこまで詳しく観察するあれがなかったんですよね。でも見てみたら
ちょっと待ってと思って、この2箇所くっついてて、これ動きますかねって思って、いやおかしいでしょと思って、こうってこういろいろこう長さとかいろいろこう手で測ってこうなんか見て、いやこれこうちょっと自分で考えてみようと思って、こう一瞬こう止まって1分ぐらいじーっと見て、長さとか場所とか見たら、分かったわと思って、これ絶対取扱説明書嘘だわと思ってこの緩めるって書いてあったボタンを引っこ抜いて、もう全部抜いて、全部抜いたらこうちゃんとこの天板の足が立ったんですよ。で、やっぱり立ったと思って、でそしたらば今度はこの抜いたこれを固定するために入れなきゃだけど、入れるとこあるかなと思ったらあったんですよね。普通に穴が別の穴がこうちょっと下の方に穴があって、でなんか全然これ緩めて、それから持ち上げて緩めたのを締めるじゃなくて、一回全部抜いて持ち上げて立てたら違う穴に入れるが正解じゃんと思って、動画の映像、説明の映像もこの紙の取扱説明書も明らかに嘘書いてるしと思って、こんなしょうもない間違いとこんなしょうもない嘘つくと思って、それにびっくりしたっていう結末でございました。だってまさかこんな、なんか少しこう複雑な内容で間違ってんだったらまだわかるんですけど、こんな単純なことを間違えるっていう、そういう思い込みというかね、こんなシンプルなことで間違わないでしょっていうか、嘘書かないでしょっていう思い込みもやっぱりあって、ちょっとねびっくりしましたそうだから単純にこのネジみたいな部分を全部こう取って違う穴に差し入れたら、もう簡単にもうできたんですけれども、ちょっとやっぱりね、私もこう思い込みが結構あるんだろうなって思いましたね特になんかこれ、そうだな、これ多分こう中国メーカーだと思うんですけれども、なんか取説のとこにね、一番最初に漢字っぽいのが書いてあるからね、漢字っぽいのっていうかよくわかんないけど、だから特に中国系メーカーはもうあんま信用しないように信用しないようにっていうか、すごい簡単な、こんなとこ間違わねえだろっていうところもきっと嘘つくから、そこはちょっとね信用しないで、なんかおかしいなと思ったら思い込みを外して、よくこの人から説明を受けたものじゃなくて、自分でそのリアルなそのものを観察してみようっていうのをね思いましたねそう、そんな感じです。だからよかった。だから最初はね、もしかして一回分解しなきゃなんかなとか思って、このジョイントの部分みたいな六角だから六角家にあったかなとか思って、家にある六角見つけてきて入れたら六角のサイズが合わなくて、あれ六角の数種類のやつが前持ってたんだけどなとか思って、いろいろ六角探したりとかね、結構大変でした。でも六角見つかんなくて、で結局よーくそのもの自体を観察したら今回の回答に行き着いたんで変に六角買いに走らなくてよかったなって思いましたね。そんな感じでこのスタンディングデスク、これ昇降ディスクとも言うのかな、ディスクじゃないデスクね、昇降机とも言うのかな、とにかくね、それを買ったので、ちょっと試運転で今日使ってみましたけどね、なかなか良かったっていう感じでございます。これも一瞬ね、粗大ごみにしなきゃなのかなっていう思いがよぎったんで、本当に使えるようになって良かったなと思います。これでね、こう腰の負担も減らして、座ったり立ったりしながらっていうね、バリエーションで頑張れるかなっていうふうに思いました。はい。そんな感じですかね。昨日の良かったことあとね、そうだな、最近のことと言ったら、そう、なんとなくふとね、一昨日なんですけど、なんとなく急に前の会社の、前のっていうか前の会社員、東京で会社員してた時の
前の会社の同僚の一人になんとなく LINE で連絡してみたくなったんですよね。ふと思い立って元気かなみたいな感じで。で、なんとなくLINE で本当に急に思い立って、ふと思い立って元気みたいな。私はこっちに来て4年ちょっと経ったけど今元気してるみたいな、本当に何でもないそんな LINE を送って、なんかねそれが2年半ぶりくらいでしたね。だからこっちに引っ越してきた当初とかはたまにこう LINE とかしてましたけれども、まあそんなにこうもう特に日々の生活で会わない相手と連絡とか取らないじゃないですか。なので、でもなんとなくね、このおととい3日2日前か3日前思い立って元気みたいな風にね、2年半ぶりに LINE でねこうしてみたら、おーみたいな感じで連絡返ってきて、今出張でインドネシアって書いてあって、おーライブ感あっていいねと思ってなんかすごい懐かしく感じて、なんかこう私はねこんなに引きこもってるけれども、この相手はねこう今インドネシアなんかにいるんだなーなんて思うとね、なんかこうこの思いがこう遠くに馳せたというかね、この想像がこう私の部屋の中でしかいつも思考をしてなかったのがこうイメージがこう広くっていうか、インドネシアかっていうね、気持ちよく気分が飛びましたね。なんかそうそう。で、LINE ってすごいなって思いましたね。いや、今更なんだけど、まあ LINE っていうかインターネット全般がなんですけれどもね。たまたまこう、その仕事なんかやってる最中じゃなくて移動だかなんかの合間だったんか知らないんですけど、LINE 送って多分10分くらいで返事とかが来たから、結構すぐ返事が返ってきて、そうそう、なんかやっぱ LINE って便利なんだなって思いましたね。こう数年会ってなくても距離が離れててもこんな普通に元気元気だよみたいなね会話ができるって本当にいい時代になったなって思いました。本当に30年前とかだったらね、外国に行ってしまった友人とかと連絡を取るにはね、Windows 98とかを使ってね、この立ち上がるのも遅いパソコンでですよ。で E メールでこう元気みたいな、しかも日本語入力とかできないから、ローマ字で元気みたいな感じでローマ字で書いたりとかしてるとか、そういう時代があったりとかしたので、そうそう、だからこう距離が離れちゃうと本当にこうなかなか頻繁に連絡も取れなかったりとか、あとこう海外に行ってしまった人がこの私にね、今そっちでこう人気の番組のこういうのが自分はアーティストとか好きなんだとかいうのをビデオテープに撮ったのをこっちに送ってきてくれたりとかしたんですよ、船便とかでね。で飛行機って高いからさ、船便とかでね。でそれをこの日本のこのVHS だっけ忘れちゃったんだけど、もう昔すぎて、そういわゆるビデオテープでこう規格が違うから全然再生できなくて、せっかく送ってくれてその中に手紙でなんかこういうの見てみてね、これ自分が好きなやつだからみたいな書いてあったの再生できなくて、すごく悲しいみたい。どんなのが好きなんだろうとかね、そういうのがあって、だってそれが届くのとか手紙とかね、そういうのだって本当船便とかだと1ヶ月とかかかったりとかね、まあ場所にもよるけどね、でもすごいかかるから、まあそういう時代がね、今こうインターネットとかね、この LINE とかなんてね、元気ってやったら一瞬でね、見れて数秒でそれが届いて元気だよって1分後とかに帰ってきちゃうとかね、そういう時代なのがね本当に便利になったなって思いましたね。でこの同僚にねこう LINE で連絡するときにこうずっと連絡取ってない人って LINE のトークの画面の下の方に行くじゃないですか。だからこうやってこうスクロールしてずっと探してて、こういたと思ってなんとなくその彼に連絡急になんとなくふと思い出してふとこう送ってみたから、こうこう探してこう送ってみて、
でこういろいろわーって下の方に行って探してるうちに、下の方に行けば行くほどずっと連絡取ってない相手の連絡先が出てくるんだけど、その中でもう一人、あれなんかこの子にも連絡ずっと取ってなかったけど、なんとなくついでに取ってみようかなって思った子がいて、その子にそれはちなみに私と年齢が私より1個上くらいかな。だから世代も近い女の子なんだけど、女の子っていうかね、女子なんだけど、その友達に元気みたいな私は未だにここに引っ越してから変わらずここに住んでるよみたいなね、また元気的なね LINE 送って、でその LINE はね3年半ぶりでしたね。だからあんまり連絡取らないけど友達っていうのっているじゃないですか。で私もあんま年数経っても気が向いたら、なんて言うんだろう、ふっと思い出したらなんとなくこう結構連絡取るタイプなんで、で連絡してみたら、元気だよみたいな感じで 2,3 時間後ぐらいに帰ってきて、ちょうどなんかその子の LINE に書いてあったのが、ちょうど今年の7月にニュージーランドのネルソンにこう旅行っていうかね、行こうかなって思ってたとこなんだ、偶然だねみたいなやつが返ってきたんですね。でこれ何が偶然だねっていうかっていうと、私とその子が初めて出会ったのがニュージーランドのネルソンだったんですよ。ネルソンっていう町の名前ね。そうそう。だからその子がだから今度ニュージーのネルソンに行こうっていうね、今年の7月にその計画があるっていう状態で、この私から3年半ぶりになんか元気みたいな LINE が来たから、すごい偶然って思ったらしくて、そうそう、なんかそれで私もねそれを見て、へえと思って、ネルソンか懐かしいななんて思いながら、こうまたねこうイメージをねこう遠くに引きこもりの部屋だけしか考えてなかったのか、また遠くにイメージが飛んでなんかね、おもろそうだなみたいな。なんか私もそのニュージーランドとかね、もう行ったのがちょうど20年前ぐらいなんですよ。だからその子と初めて会ったのも20年前くらい。20年前に、私がだから28歳かな、27歳かな、27歳かな、28歳かな、とにかくね私が今48歳なので、大体20年くらい前ですね。でその子と会ったのがネルソンだったと。で私もねこのニュージーランドをすごい点々としてましたからね、大体とにかく私は放浪が好きなので、一箇所にいるんじゃなくて4日とか1週間ぐらい一つの町に滞在したらどんどん点々としていくっていう旅をしてて、でもその中でネルソンだけは1ヶ月くらいかな滞在したんですよ。であんまり点々としすぎるとねすっごいお金がかかるっていう難点もあって、であとね疲れるっていうのもあるんですよ。いつもパッキングしていつも新しい人に会って、でそのニュージーランドのネルソンっていうところに行った時に、いつも安いバックパッカーズに泊まってたんですけども、そのネルソンにあるねトランパーズレストっていうバックパッカーズがあって、そこでちょっとこうお金ももうなくなっちゃうし、ネルソンめっちゃいい街じゃんと思ったから、ちょっと長く滞在したいなと思って、こう泊まった時にそこのオーナーにエクスチェンジでここちょっとステイできるかなみたいなことを言ったら、全然 OK みたいな感じでOK だったんで、1ヶ月間くらい滞在したんですよ。で確かその時に私が初めてそのトランパーズレストになんていうお客として行った時に、そのエクスチェンジで働いてた女の子が、もうすでに働いてた女の子が今回のその子だったんですね。で年も近いし同じ日本人だし、でその子がねちょうどね私もうすぐこの
ネルソンからで次の町行くからさって言ってたから、ちょうどよかったわみたいな感じで、だからその子とね数日間こう一緒に仕事したんですよ。日本人同士だから教えるのも楽じゃないですか。だからこういろいろベッドメイクこうして、ここはこうで、朝はこういう仕事してとか、そういうのいろいろ教わって、だから数日間その子と一緒にいて、3日か4日ぐらいかな。でその子はまた次の町に行っちゃって、で代わりに私が1ヶ月間くらいそこで働いてみたいな感じでやってました。でその子とはね、日本に帰ってきてからもたまに気が向いた時連絡を取ったりとかして、その子がね四国に住んでたこととかあって、その時はね私四国行ったことねえわと思って、讃岐うどん食いたいから、食い道楽でちょっと香川行きたいみたいな感じでその子ん家に泊まらせてもらって、香川だったんでね、そういう旅したりとか、その子が大阪に住んでる時にはちょっと近くで大阪まで、仕事の用事かな、ちょっと忘れちゃったんですけど、なんかで行った時についでに寄ったりとかしたりとかして、ちょこちょこ数年に1回みたいな感じであったりとかしましたね。でその子もね私と同じで、結構こう思い立ったらどっか行っちゃうみたいなところがあったんで、今回もねなんでネルソン行くのみたいなことがあったら、なんとなくみたいな感じだった。なんか行こうかなって思ってみたいなLINE でね返事があって、いや同類だわって思ったりとかしましたね。うん、そうそう。でそんな感じで、なんとなくこの2日前3日前ぐらいに、なんとなく久しぶりのねこの友人とか同僚とかにねこの LINE を送ったら、たまたまこの2人とも外国に関係するような返事が返ってきたので、なんかねそれを見たり聞いたりとかして、私もちょっと外国とか行きたいなっていう風な気持ちが起きたんですよね。もちろん旅行とかですよ。でだから私もちょっと一回、今年とかは無理かもしんないけど、ちょっとそのうち乳児行こうかなみたいな。ネルソンとか、ネルソンじゃなくてもいいんだけど、なんか今回ネルソンって聞いたから、私もちょっとネルソン行ってみたいなとか。でその時お世話になったこのトランパーズレストのオーナーの、じっちゃんみたいな、じっちゃんなんだかおっさんなんだかわかんないけど、ちょっと年齢教えてくんなかったから、なんかそのトランパーズレストはもうなくなっちゃったらしいんだけど、そのおっさんともね結構仲良くしてたから、なんかそのおっさんとかに連れられて、なんかで自転車旅とかも私2人でしたりとかしたのよ。なんかハースト峠っていうすごい激しい峠とかをね越えて3泊4日ぐらいの自転車旅をして、ハースト峠をチャリで越えたのが人生で一番疲れたっていう経験だったりとかしたんだけど、そういう結構よく考えたら意外とネルソンからの思い出あるなと思ってね、ちょっと行ってみたいなって思ったりとかしましたね。そうそう。でなんかこのなんていうか、この私がねこの引きこもりをここ4年ちょっとぐらいしていて、徐々にねこのメンタル的にも回復してきて、ちょっとずつこのどっかカフェに行きたいなとか、人とそのうち会ってみようかなとか、なんだったらこうライブ配信してみようかなもそうなんですけど、なんかそういうふうにちょっとずつこうなんかこう何かをしたいなっていうこう願望が湧いてきたっていうのがね、すごくこうちょっとずつこう元に戻ってきてるんだなっていうのを感じてね、それはいい傾向だなっていうふうにすごく思いましたね。このちょっと前だったらこう自分の知り合いとか友人がね外国にいましたって言ったから、ああそうですかみたいな感じで終わったところ、なんか面白そうだなっていうようなね、なんかそういう感覚が湧いた、はい、ちょっと私も久々に行きたいなっていうような、なんかちょっとワクッとしたねこの願望みたいのが湧いたっていうのは、こういうのってこの、心の中のエネルギーが枯渇してる状態だと全然そういうの湧かないですから、すごくこういい傾向だなと思って、本当にちょっとずつなんですけども何かをしたいっていう願望とか欲求が出てきてるなっていうのをすごく感じましたね。これももう本当に引きこもって誰とも会わず一人でこう冬眠というかね、そうやって回復させてきた
成果だから良かったかなっていうふうには思ってるんですけどね。ぼっちだからそれしか方法がなかったっていうのもあるんですけどね。そんな感じでね、ちょっとなんかいろいろちょっとね、この矢印が少し斜め上を向き始めたのかなとちょっと感じた今日この頃でございますで、なんかこういずれね、今年じゃなくて、絶対今年じゃないと思うけど、また海外とかもたまに旅行とか行ったりしたいなって思った時にね、あれちょっと英語を少しだけでもたまに勉強しようかなっていう気持ちがふと湧いたりとかしました。今日ね、うっかりYouTube のね、タロサックさんのYouTube の動画とか見ちゃいましたもんね。なんかつい英語とかちょっとやりたいなって思ってる人はタロサックさんのYouTube とか有名なんで知ってる方も多いと思うんですけどね。なんかね、そういうの見ちゃったりとかして、だからすぐ英語勉強するってわけじゃないんですけども、例えばこう目標というかね、あくまでこう予定として、例えばこの来年とか再来年のいつ頃に乳児のここら辺に行くとかね、なんとなくこう適当に予定とか組んだら、それに向けてこう英語も勉強してみたいかなみたいな、これまたベクトルが斜め上にちょっとずつ上に向いてくるわけで、なんかこういう行動のね源にもなってくるから、それはいいかなって思いました。なんかここ数年ね、英語なんか勉強するなんていうのか理由がないというかね、別に今英語勉強したってさ何も使わないし、全然こう私の日常生活に外人どころか普通に人間にも合ってねえしみたいな英語勉強したってもし私が仮に英語がもっと上手くなったとしてだから何みたいな、その時間もったいなくねえくらいなことを思ってて、だいたい英語なんかめんどくさいしモチベーションもないしみたいな風に思ってて、英語なんか勉強する気力ゼロだったんですけど、仮に2年後にねニュージーランドに行って、もしかしたらその時出会った知り合いの人に何らかでまたこうつてとかをたどったら誰かしらに会えるかもしれないとかね、そういうのを考えたらちょっとこうもっと喋れた方がいいなっていうモチベーションにねつながるなっていう風に思ったりとかして、そしたら楽しいだろうななんていう風に無双したというね、無双って夢の層の方の無双ですね。そんなことを思ったりした今日この頃でございました。はい、ということで、それでは明日の15時にはライブ配信を行いますので、ということで暇な人はちょっと覗いてみてください。それではまた。